管理作業をしていこうと思います。円箔を巻いていきます。皆さんこんにちは、さおりです。はい、最近かぼちゃの収穫や選果作業でちょっとバタバタしているんですけども、本日は一旦お休みをして、他の作物の管理作業をしていこうと思います。ということで今回行う作業はまずこちらの小豆畑、6月に種をまいた小豆もだいぶ大きくなりました。まずね、この小豆畑に液肥散布を行っていきます。いつもだとトラクターにスプレーヤーを取り付けて散布を行っているんですけど、ここまでもう小豆でね、通路が塞がってしまうとどこを走っているのかわからなくなってしまって、小豆を踏んでしまって最終的に全然違う畝にいたりっていうことがあります。小豆もかなり倒れてしまっているので、スプレーヤーでの散布は難しいです。ということで今回はこのドローンを使用していきます。ドローンであれば地面を走るわけではないので問題なく散布することができます。で、散歩を始める前にドローンのね、モニターにこちらを取り付けていきます。これドングルなんですけど、モニターに接続する Wi-Fi 機器です。ドローンを操縦するときはこのモニターを使います。で、これまでは自分のスマホを使ってテザリングで Wi-Fi の接続をしていました。そのテザリングでつないでいるとどうしてもね、そばに置いとかないと数メートルスマホを離しただけでテザリングがね、切れてしまうんですよ。あとスマホのね、寿命的にも減ってしまうし、今まではなかったんですけど、途中でテザリングが切れてしまってドローンがね、変な方向に行ってしまって木にぶつかったりっていうこともあるそうなので、今回はこのドングルを取り付けてもうテザリングなしでも飛ばせるようにします。今回はドングルと SIM カードを使ってドローンをインターネットにつなぎます。GPS だけでも位置はわかりますが、数メートルの誤差が出てしまいます。そこで RTK という技術を使うことで、その誤差を数センチまで小さくできます。この RTK を使うためにインターネット接続が必要になります。それじゃあドングルを取り付けていきます。まずはモニターの後ろを開けて、この小さいネジを取ります。ネジ穴を潰さないように真剣です。開きました。次にドングルに SIM カードを入れます。この部分に差し込む。あとは後ろの接続部分に取り付けて、モニターからネット接続をして完成です。これで Wi-Fi をスマホからつながなくても操作できるようになりました。それじゃあ早速散布に行ってきます。今回巻く薬は1つ目は花吹雪 EX といって花持ちを良くする薬です。花が枯れるのを遅くすることで実をできるだけ大きくすることができます。2つ目はスクレアフラーブルといってこれは金閣病という白くカビが生えて食べれなくなってしまう病気があるのでそれを防ぐものです。そしてこちら小豆の名ガというガの幼虫が小豆を食べていました。なのでその対策もしていきます。OK。そしたら飛ばします。ドローンが離陸しようとしています。距離を保ってください。今散布中です。結構ね、このモニターも重たいのでこんな感じで
引っ掛けれることができるので、手離した状態でも大丈夫。7月は本当に暑くて雨も降らなくて結構作物やられてたんですけど、8月に入ってからは適度に雨が降ってくれてるので、こう前のようにねヘトヘトになることはないですね。なので小豆も結構ね繁茂してもさもさしてます。なんならね、もう大きいところは倒れてしまって、そうするとね余計この中にトラクターで入るってなると大変だし、作物も潰したり収量が減ったりっていう原因になってしまうので、こうねドローンで散布できるのはとても助かってます。バッテリーがなくなったので一旦戻します。よいしょ。終わった。1枚目の畑終わりました。とりあえず移動します。ちゃんとねドングル接続できたみたいで、もうスマホを接続しなくてもちゃんと操縦できました。よかった。これでちょっと楽になりますね。なんか接続するのは別にいいんだけど、その場にね置いとかないといけないとか、もし切れたらどうしようとか、そういう心配があったので、そういう心配なくなったのは結構大きいです。わあ、めっちゃ綺麗。だいぶね夕方になると涼しくなりました。20度ちょっとってところかな。はい、2枚目の畑に到着しました。小豆は下の方から順に花が咲いていき、その後にさやがついていきます。スプレーヤーで散布するときはこれ防除棒なんですけど、ここをね目安に走っていきます。でももう結構ね小豆が倒れてしまって中の方に入っていくと、どこをね走ったらいいのか全然わかりません。場所によって結構ひどくて、こっちの方はね本当にほぼ倒れてる。ちなみにこの小豆畑の横には堆肥があります。結構巻いてね今は少ないんですけど、気分によって臭いです。やばい、夕方終わってきた。さっきと同じように面積に合わせて薬を入れます。お願いしまドローンがす。離陸しようとしています。距離を保ってください。ホームポイントが更新されました。でちゃんとドローンは前方の羽の部分と後方の羽の部分でライトがついていて、
前方が赤くて後方が緑の点滅ランプになってます。なんで朝方ね、ちょっとぼんやり明るいなくらいの時に散歩する時とか、こうね、夕方もう日が沈んでから散歩する時なんかは特にね見やすいかと思います。バッテリーもなんとか持ちそうです。あと片道1本頑張れ。一応ドローン飛ばせるのが、日の出から日没までなので、今回はねギリギリ間に合いました。はい、これで一旦ねドローンによる駅避散布は終了です。次の作業に行きたいと思います。おはようございます。お次は小麦畑に塩爆を撒いていきます。塩爆って何かというと、普通に食用として食べられる作物でもあるんですけど、今回はね緑肥として使用していきます。緑肥というのはこう畑に肥料としてすき込むための食物のことを言います。なのでじゃがいもやかぼちゃのようにこう育てて収穫して食べるというわけではなくて、育てたものを畑にすき込むという感じです。小麦の収穫は7月20日頃に行いました。小麦を収穫してから1週間後くらいに堆肥を入れてあるので、今日はそこに塩爆を撒きます。そして今回はトラクター2台を使用していきます。というのも塩爆撒いて終わりというわけではなくて、他の作物と同じように肥料を撒いて、で種を撒いて土をかぶせるというような作業が必要になります。ちょっとトラクター1台だと機械を取り付ける手間もあって効率が悪いので、今回はトラクター2台を使用していきます。まず最初はこの2台のブロードキャスターを取り付けて塩爆と尿素を撒いていきます。取り付けは鍛冶職人にお願いします。ブロードキャスターはどちらも肥料をばらまく機械ですが、タンクに入る量や撒ける幅が違います。ヤマーの EF895 に取り付けたニプロはタンク容量が小さめでコンパクトなのが特徴。肥料が出る部分を左右に振りながら散布していきます。もう1台のジョンディアにはアマゾーネを取り付けました。こちらのアマゾーネは容量が 1000kg なんですが、実際に満タンまで入れると肥料がもりもりになって移動中に溢れてしまいます。なので鍛冶職人が増し枠を作成してくれて余裕で 1000kg 入るようになりました。後ろには円盤がついていて、上から落ちてきた肥料をこの円盤に当てて遠心力で左右に飛ばします。機械を取り付けたらニプロのブロキャスに塩爆を入れます。塩爆は種なので 20kg の袋に入っています。これが塩爆の種です。肥料に比べると粒が重たいので散布できる幅が少し狭くなります。そのため実際に撒いた後に畑を見ながらどのくらいの間隔で走るかを調整します。そしたらまず塩爆を撒いていきます。20kg の袋をね22体かな入れました。なので今モリモリな状態。これから撒くのは5ヘクタールの畑です。ちょうど5ヘクタール撒いたらいい感じになくなるんじゃないかと思います。割とこうトラクターでの作業が久しぶりなので緊張してます。 FJD の AT2 を使用して GPS で走ります。散布幅は8メートルで巻きました。塩爆はうちではすき込んで畑の肥料として使っていますが、作物として収穫される場合もあります。
その場合は収穫後に加工されて、オートミールやグラノーラとして食べられるそうです。今回塩爆をまく面積は10ヘクタール。果樹職人と協力して2人で終わらせます。アマゾーネに尿素を800キロ乗せて散布を行っています。次、交代して尿素を撒いています。で、ジョンディアにアマゾーネというブロードキャスターをつけてるんですけど、ジョンディアは全部で、18メートル巻くことができます。なのでさっきのニプロよりも結構幅広く巻けるので、あっという間にね、終わるかと思います。ジョンディアにはアリナビを取り付けて、同じく GPS で走っています。で、塩爆と尿素を巻き終わって、アマゾーネを取り外したので、今度ジョンディアにチゼルを取り付けて、これからかけていきます。チゼルという作業機では、土の深さ20から30センチほどを耕します。先ほどまいた塩爆の種と尿素をしっかり土の中に混ぜ込んでいく作業になります。塩爆は成長がとても早く、10月頃には膝の高さくらいまで伸びます。それを今年中に刈り取って畑にすき込む予定です。はい、無事に塩爆を巻き終わりました。久しぶりのちゃんとしたトラクター作業だったんですけど、無事に終わることができてよかったです。で、まあちょっと最近かぼちゃの収穫がわたわたしている中での作業だったんですけど、またね、この後収穫がいろいろと始まるので、引き続き見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。